さて、一人称視点の斬撃ローグライトが大型アップデで装備集め可能な脱出系モード追加とのことで、今回はダークブレードアセントの紹介を行います。こちらとにかく敵をズバズバ倒し、どこまで先に行けるか、あるいは最後のボスを倒すことを目指すハクスラゲーです。いわゆるよくあるローグライトであり、何か大きな特徴はそこまでもなく、この手のジャンルが好きな人に評価され、今年早期アクセスが開始しました。価格の安さや二人体制の開発チームというのも評判の判断材料となっています。ところが今回の大型アップデートでは、なんと最近トレンドの装備集め要素が追加されました。元よりこの作品はレアリティとランダム性能がついた武器を特化へ引っ換え差し替えながらより奥深く進むゲームであり、敵に倒されると失うローグライトでよくある内容でした。しかし新たに追加されたハイドアウトモードでは防具が追加されスタッシュに溜め込めるようになりました。敵に倒されると失うのは武器と同じで無事脱出できたら持ち帰れるタルコフ系のゲームモードとなっています。貯められるのは防具のみで武器は相変わらず差し替え形式です。ゲーム中は相当ジャラジャラドロップし不要な武器はその場で解体後違う要素のアンロックにつなげられます。また防具が有効になるのはハイドアウトのみでキャンペーンモードでは使えません。とはいえまだ実装したてでありロードアウト機能などないため貯めた防具の整理などやや手間があります。しかして今回のアップデートは既存ローグライトから一歩飛び出し新たなゲーム性が加わったということで面白さもそれだけ上がっています。不備を感じる部分は今後のアップデートに期待です。その上ハイドアウトは超大量に敵が出てくるのが売りです。キャンペーンモードはテンポは良いのですが途中ウェーブ式の敵を倒すモードがありそこがやたら時間を要してしまいます。よっていきなり敵が大量に出てくるハイドアウトはハクスラゲー好きの人に刺さる内容と言えます。ただし脱出系ゲームのため引き際が肝心です。ある程度の広さのフロアで延々と戦いますが帰りたい時は緑のサークル内に一定時間留まる必要があります。ここで敵の猛ラッシュによりライフがゼロになり装備を失ってしまう事態は避けなくてはなりません。一応永続強化用のスキルツリーはありますが現状は3時間ほどでマックスになってしまいます。いかに強い装備を集めどのタイミングで帰るかを覚えそれを繰り返しじわじわキャラを強化するかが肝となります。あとはハイドアウトに追加されたショップで不要な装備を売ることでお金を入手し、店で売られるアイテムレベルの引き上げが可能です。これも間接的な永続強化要素相当です。大量に装備を集め売却し、店売りの強めの装備で基礎ステータスを高め、さらに先を目指し、より強い装備獲得を目指すという流れが出来上がっています。また肝心の戦闘システムはどうなっているかですが、バッサバッサ切る以外にパリーに主軸が置かれています。受付は長めでボタンを押すと1秒以上武器を構え、その間に敵の近接、あるいは魔法を弾き返せます。その後すぐさま攻撃ボタンを押すとカウンターアタック、あるいは R キーを押すと範囲の吹き飛ばし攻撃を出せます。誰でもパリーは簡単に決められるため、アクションゲームが苦手な人でもズバズバ切りまくる戦闘が楽しめます。そこに3種のクラス、5つの武器、道中得られるランダム能力が組み合わさり、毎回異なる構成で楽しめます。その他キャラレベルはありますが、1レベル上がるごとにパッシブスキルツリーのポイントを1得ることができる程度です。基礎能力は上がりません。代わりに一定レベルごとに要素がアンロックされ、レベル5から今回追加されたハイドアウトに行きます。キャンペーンモードを一度ある程度進めれば、あっという間にレベル5になります。以上からダークブレードアセントは今後より多くの成長要素とハイドアウトの機能追加が期待され安価でさっと楽しめる新たな一人称視点の斬撃ハクスラゲーとなっております。早期アクセス日は2025年2月13日で価格は現在 33% 割引の871円のため気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。というわけで一体どんなゲームシステムなのか実際にプレイした様子をギュッとまとめたのでどうぞご覧ください。まずは普通のローグライトモードですね。アセンション。で、レベル5に到達することで、このエクストラクションモード、タルコフ風のね、そちらが解放されるっぽいですが、これの解放をまず目指しましょうか。パッシブツリー、ノーマル。こっちはまだアンロックされてない。ガントレット。いいや。パッシブツリーって何？永続強化かな？それっぽいね。レベルを上げて、ポイントを貯めて、何を強化するか選べますと。プレイだ。さらに、クラスかな？
はじめは、パイロマンサー、炎系。お、始まった？さあ、開始は以前のデモ版と一緒かな。結構前に遊んだことありますが、パリーチュートリアル。ライトクリックかな。よしこい。おら、パリ。お、成功した？ R って今出ましたね。パリ成功したら R を押すことで吹き飛ばせんのかな。どうした？さあ、ぶん殴って、パシューポイントに入手した。で、さらに武器ですね。エクイップかもしくは、サルベージ、長押しだ。不要品はサルベージするといいのかな。で、素材になります。現在の性能。このローグライトモードでは、多分クリアしたりすると失われます。コールド系だね。ブーンっていうのが、これ能力かな。さあ、新たに、うら、パリ。パリの判定は結構楽になってるかな。剣を振ってる最中でもディフェンスできるかな。だからいつでも切りまくって、パリもできる感じだ。しかし、切ると敵のモーションがね、見にくいから。難しいね。あんま切らない方がいいかもしれない。これ何これ？お金だ。あと道中なんかあんの？背景を壊せる。ライフはどうだ？回復してるかな？ 195 現在。画面左下。さらに武器。どっちがいいか。4レベル。交換しよう。F 長押し。そしてサルベージ。雷系かな？うら。さあ、スローモーションで、クリアか。ウィスプチュートリアル。そこになんかあんの？シフトでどっちだね。結構使えるけど、画面左下の黄色のスタミナゲージ使えますね。さあ、リワード。3つから選ぶ。スペル、ディフレクト。真ん中はアタックスピードアップ。左はグローバルダメージアップ。じゃあグローバルダメージ。全体のダメージアップかな。さらに、ディフレクトチュートリアル。これは魔法の跳ね返しかな。よしこい。なんか表示されましたね、画面に。あっちから飛んでくるみたいな意味かな。お、あ、はい。結構早いぞ。魔法は普通に構えるだけで跳ね返せるのかな。タイミングが関係するのかどうか、もしくは判定がね、緩いのかどうか。どっちで近づいて一気に切りますね。さらに、アビサルエネミー。ちょっと強いのか。あわい。お、こういう気持ちは見ない。あと9とか使ってみようか。押しそうだから。うら。おう、炎攻撃。クール試しか。どうした？あんま攻撃してきませんね。頭の判定とかあんのかな。それ倒した。倒して報酬。お、能力だね。選べるのが決まってますね。ダメージを食らうとプッシュバック。適用。ウェポンダメージアップ。ダメージが上がる。ダメージを受けるとボーナスが下がるのかな。これはライトニングダメージ。これにしてみようか。雷系。ああ、これあれだね。長くディフェンスできないんだね。スタミナ使う。だから判定が結構緩めなんだ。お宝だ。オープンチェスト。ランダムの敵だ。まずこいつを倒そう。おら。まず開けようか。お金払うんだ。347。開けたら、ランダムブーン。あと武器も出た。武器5レベルだ。交換するかじゃあ。次はパイロマンサーのパッシブを入手できる。炎系ですね。ファイアボールが強くなるのかな。これは投射物が2つに増えるのかな。とりあえず真ん中にしてみようか。さあ、エリアが変わりましたね。外マップだ。これ強くない？ダメージ。むちゃくちゃ強い。で、なんか能力がついてる。アイロンテンペスト。攻撃は、さらになんかダメージが上がる的な。フィジカルダメージめちゃめちゃ強いよ。お、これはなんだ？ウェポン、インスクリプションズ、サルベージ、スクラップ。解体することで、どうなってんだこれ。左に溜まってるけどね。解体したら何かになるのかな。さあ、これを解体すると、素材が1000溜まりそうですけれど。サルベージ。どうなった？なんか取れんの？なんか取れるものかと思いきや、そういうわけじゃないの。いや、まだわからない。ちょっとこれのルール。休憩ポイントかな？そんな感じだね。お店だ。ウェポンをアップグレードできる。リロールもできる。真ん中回復かなこれ。マックスまで945。一番右はクリスタルを召喚する。お金は足りない。能力が得られるのかな？一回回復。これアップグレードしてみようか。16レベルになった。あ、このボス戦だ。覚えてる。デモ版でもありましたね。跳ね返してるけど、全部魔法いなこいつ。この野郎。おら、プッシュバック、ファイアボール。
おーと。うわ、めちゃめちゃ飛ばしてくる。全然減ってないこいつ。たくさん跳ね返してんのに。うわ危ない。うわもらった。プッシュバック。おらー、キッケー。うわー、やったー。さあ、いろいろ剣が出てますが。これは持ち帰れないんだよね。あ、まだ先があるって話かな。新しい敵、ゴブリンだ。デカゴブリン現れた。トロールか。もしくはオーク。おお、魔法はよく効くようだ。体力が多い。おら。やった。おーと、なんだ食らってる。ああ、これ。前面の霧に入るとダメージ食らっちゃうんだ。さあ、やられてしまったが、拠点に戻るのかな、これで。で、ポイントが15溜まってますね。どれを取っていくか。最大まで取ることで 10% のチャンス。ダブルダメージ2倍。プレイで引き続き遊ぶのかな。ああ、ここに戻るんだ。で、現状レベル15になったのこれは。お、行きますね。ハイドアウト。で、この段階でハイドアウトのチュートリアルをこなさないと、通常モードが今度遊べなくなってる。ガントレットがどうなってんのか気になるところですが。こっち行ってみようか。さらに真ん中トレイになりましたね。ストームキャリア。雷系かな。Welcome to your hideout. ハイリスク、ハイリワード。サバイバーモード。あれが入り口かな。チェンジクラス。クラスを変えられる。インベントリアイ。あ、ここで装備できるんだね。この人はお店。ここでも買えますと。お金を貯めれば。で、ここで払うことで、信頼度かなこれ。なんか品揃えがね、上がるのかもしれませんね。現状アイテムレベル10まで。それがランダムで並んでんのかな。おお、始まったよ。スタッシュ。スタッシュは、どれくらい預けられるんでしょうね。こっちか。うわぁ。さあ開いた。おお、シームレスに繋がってる。これなんだこれ。このゾーンは。倒していくか。ほら。さすが新しい武器。サルベージってあるけど、武器に関してはこれ、使い捨てなのかな。今のところ防具だけですかね、貯められんの。今ダブルチャンス、早速出ましたね。You just pick up an 手が飛んで出るけど。あ、防具出た。で、ここで装備品。これら持ち帰らないと多分いけないと思うんだけど。どの段階で持ち帰れるんでしょうね。で、上になんか時間があるな、よく見ると。リワード。クリアしたっぽいよ。ちょっとリワードを選択する。適当に取っていくか。で、これはおーっと。また戦闘が始まった。ウェーブ式なのか。インベントリ開いてる間は、時間止まんのかな。装備品の比較は現状ないのかな。この画面では。なさそうだね。なんかメッセージが表示されてるけど。エクストラクションゾーン。報酬を得るかみたいな形かこれ。脱出するか。これで帰れる。ぽいね。そういうことか。あ、開いた。おー。You survived。なるほどね。こんな感じなんだね。次はスタッシュを開けと。ここに預けろって話かな。まずは強いものがね、貯めていってもいいかもしれませんね。これはなんか、蓄積されてるね。以前の記憶が。インタラクト with the passive tree。インタラクト。あれか、パッシブツリー。ツリーだ。ああ、この画面だね。このマップは、12分あるっぽいね。結構長いね。ああ、それ敵が、四方八方から、殴ってくる。暗い、ほのこい。おお、ああ、まさにこれは確かに、ハイリスク、ハイリターン。数多い。おらよし、リワード。あそこが脱出エリア。こんな敵がいる中で、一回ゲームをね、止めないと、脱出できないんだろうな。15秒間、ここにいる必要がある。うおー無理だろ、これ。あ、いけそうだ。頑張ればいける。おープッシュバック。暗い、炎。うわーあ、なんだ回復なんか回復に関する何か出てるよ。もうダメだやられるうわーあれギリギリ。耐えましたね。で、敵が落としたアイテムは、散らばってるようだね。じっくり回収はできる。よかった。まだ脱出だ。おお、サバイブだ。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。